はい、西船橋駅です。着きました。北口へ来ました。ちょっとでも本当パッと見わからない。これはあれですね。ちょっと反対側に行ってみますかね。はい、どうも皆さん改めましてこんにちは。ヤニカスオタクのまこさんです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。この度中央総武線各駅停車の各駅の喫煙所探しということで、東中野駅から21駅の喫煙所を訪問してまいりました。今回は千葉県内で乗降客数ナンバーワンを誇る西船橋駅からスタートいたします。スタート直後から暗雲が立ち込めておりますが、果たして西船橋駅の喫煙所は見つかるのでしょうか。ちなみに東京都内の三鷹駅から中野駅の喫煙所に関しては、中央線快速の動画、つまり、オレンジのフォントの動画ですね、あれで紹介しておりますので、気になる方ご覧ください。それでは喫煙所を探してまいりましょう。近いですね、駅ね。景色いいですね、これ。ある意味風光明媚なんじゃないですか。都内にしては珍しいですね。はい、南口に出ましたけど、デイリー山崎多いですね。もう市川歩いてる時から思うんですけど、で珍しくセブンイレブンがあったので、ちょっとここでタバコを探そうと思います。そしてね、本当にどうしようわかんない。喫煙所、インターネットの情報を見ても結構西船橋は難関だそうなんですよね。東西線だ。東洋高速鉄道とかいう超影の薄い鉄道路線も乗り入れてますね。はい、ここで切り替わるんだったかな。西船橋までと、この東西線で、そこから先が東洋高速鉄道だったかな。千葉県民の皆さんには大変申し訳ないんですけど、東洋高速鉄道って多分千葉県のこの辺りに住んでる人以外誰も知らないと思います。はい、セブンイレブンに入ります。いやー、もうこれは向こうのパチ屋しかないかな。ここのカフェ、カフェですね。これって喫煙してらっしゃる方がいらっしゃるんで、多分喫煙可能店ですね。課金すれば使えるんでしょう。しかし無料の見っけたいんですよね。ここに入れば喫煙所は必ずあるでしょうが、なんとか無料の灰皿見っけたい。なかなか厳しいな。今駅の南口から出て右側に向かってますけど、この右側の駅前の商店街のどこかに灰皿があるかもしれないっていう情報はちょっと目にしたので、一応ちょっと向かっていこうと思います。多分ホームページ見た限り船橋市が路上喫煙禁止区域を決めてるみたいで、多分この辺りもそうなんですよね。やっぱり敷地内禁煙って書いてあるな。コンビニなのにな。これをね、地方住みの人に都会だとコンビニの前で喫煙できないっていうと不思議がられますけどね。私が所用で千葉県内に行く時もですけど、千葉県内の喫煙所事情かなり厳しいなと毎回思ってます。千葉県民ちょっと喫煙者に厳しすぎなんじゃないですかね。過料2000円ってやっぱり書いてあるな。ほら書いてありますよ。いやー、これだけぐるっと回ってもないんだな。レンタカーショップも本当になさそうですしね。空き地にめっちゃ吸い殻落ちてるんで、みんな多分困って変な場所で吸ってるんでしょうね。しかし何か見つけないといけない。頑張ろう。これ大きい駅ですね。やっぱりこれだけ大きな構造物があるということは、チャリンコもいっぱい止まってますからね。一大ターミナル駅ですよ。千葉県民にとっては。東西線、都内では地下を走っている東西線がこの辺りでは地上を走っていますね。地下鉄が地上を走る素晴らしい光景です。しかしここまで歩いてあるかいやー、さすがに無理があるな。ないだろうな。この辺りに喫煙所があると書いてあったんですけど、本当ですか？民家じゃん。もうマンションじゃん。めっちゃでかいっすね、これ。さすが、ベッドタウンになってるでしょうね。この雰囲気からいくと。ここに住んでるのは、おそらく都内に通っている人が多いんじゃないかな。それか、千葉市内にもお仕事があれば、その辺に通ってるんでしょうが。これは、蕎麦屋さんですね。しかし、灰皿がありますね。これ使っ
っていいやつですかね。店利用の人以外は使わないでくださいとは一応書いてないので大丈夫なやつだと思います。西船橋駅の喫煙所無料のが見つからなくって、パチンコ屋さん以外はこれですね。これだったらまだパチ屋の方がいいんじゃないかな。ちょっとね、お店の方にやっぱりお店利用しないと申し訳ないですからね、ちょっとやめときましょう。パチンコ屋さんの方に戻りましょう。もう諦めました最初に見たパチンコ屋さんの中は確実ですね。あとは喫煙できるカフェがあったので、そこがいいでしょう。それにしても腹すいたな残念。飲食店の前にいい感じの灰皿がありましたが、利用者ではないので利用はご遠慮させていただきました。西船橋駅、本当に無料の喫煙所はなかなかないんですね。ドトールコーヒーやその他カフェなど有料で喫煙できる場所はいくらかあります。しかし無料で喫煙できるのは冒頭で紹介したパチンコ屋さん、もうここしかないと思います。それでは向かっていきます。はい、すいません。いろいろと無駄な歩きをいっぱいしましたが、もう仕方ないです。パチンコ屋さんの喫煙所を借りていこうと思います。すごい中が見えないな。これ怖いな。怖いんですよ、この作り。ちょっともうちょっとマシな作りにしておいてほしいんですけど、喫煙専用室って書いてありますね。目隠し仕様の怪しいゲートをくぐり、いざパチ屋へ入店。なんと喫煙所の前には無料ドリンクコーナーがありまして、緑茶やお湯など好きなものを飲めるようです。はい、パチ屋出ましたすぐ入ってすぐのところにありましたよ。なんかドリンクも飲めるようになってたんで割といい感じでした。まあね、駅で一番近いのはここですのでぜひ皆さんも使ってみてください。そんなにね、中に入らなくてもできますから、そうでもないですよ。はい、じゃあ、次はね、船橋駅ですに向かっていこうと思います。次は船橋だなしなし汁ブシャー。失礼いたしました。次の船橋駅は船橋市内の中心駅になります。東武線や京成線などの乗り換えも可能なターミナル駅になっております。しかし千葉県内の乗降客数ナンバーワンの駅はなんと隣の西船橋駅なのです。船橋の方が多いと思ってた皆さん、実は違うんですね。この辺りは千葉市内へ通勤というよりは東京都内へ通勤している人の方が多いようです。船橋という地名はその昔市内を流れている海老川にかかっていた橋、これが由来になっているそうです。さて、前の西船橋駅では喫煙所探しが難航しましたが、果たしてこの駅に喫煙所はあるのでしょうか。はい、船橋駅です。着きました。確かにね、西船橋より若干少ない気がします。東武アーバンパークライン、いわゆる野田線と、快速とか、あとは各駅停車の乗り換え、そして京成線の乗り換えができるところですけど、ここはね、船橋市が唯一用意した指定喫煙所がある駅だそうです。もうね、見えました。あそこにあります。この今映ってるこの銅像の奥ですね。あれが喫煙所です。じゃあ向かっていこうと思います。はい、喫煙所出ました。よかったね。わかりやすかった。これ南口かな？いや違うね。北口ですね。北口を出てすぐのところにありますね。はい、次は東船橋駅です。次は東船橋です。もう私には出せるなし汁がない。の前に腹空いたのでちょっと飯を買おうと思います。そろそろお昼の12時になりますので、ニューデイズのコンビニでおにぎりを買いました。そしておにぎりを食っているまこさんです。いや、本当に美味しそうな顔じゃないんですけど、おにぎりは美味しいです。小腹を満たして東船橋駅へ向かいます。東船橋駅はもちろん船橋市内の駅になります。これまでの船橋駅、西船橋駅と比べると規模の小さな駅になっております。総武本線の中では幕張本郷駅とともに最も新しい駅の一つとされています。この駅の近くには高等学校が設置されており、
高校生も多く利用しております。一見この平和そうな東船橋駅にヤニカスのオアシス喫煙所はあるのでしょうか。はい、東船橋駅に着きました。完全に人が減りましたね、一気にね。結構背の低い建物が多いので、人が住んでるだけみたいなとこですね。はい、ここ南口です。で、この先にここにファミリーマートがあるんですけど、この中に喫煙所があるんじゃないかという情報があったので、向かってみようと思います。はい、喫煙所出ました。駅直結で便利ですね。はい、次は、津田沼駅になります。皆さん、津田沼ってどこぞやって思ってるかと思いますが、よくある終点の駅ですね。向かっていこうと思います。次は津田沼です。東京都内で総武線各駅停車の電車に乗ると行き先表示が津田沼とは一体どこぞの沼やと思ったことはありませんでしょうか。沼ではございません。千葉県は津田沼市津田沼の駅になります。明治時代5つの村が合併され、八津、久久田、鷺沼、この3つの地名から一文字ずつ取って津田沼になったと言われております。鷺沼は沼地だったことからそう呼ばれていたので、津田沼が沼なのもあながち嘘ではないかもしれません。それでは喫煙所を探してまいりましょう。はい、津田沼駅に到着。駅着くまで、もう殺風景だったんで、こんなに栄えてると思わなかった。すごいね、意外と人が歩いてるんですね。さすが終点でよくある駅ですね。いわゆるターミナルというか、ちゃんと街になってるんですね。駅の周りだけやたらと栄えてるような気がしますね。どっちかっていうとつくばエクスプレスの沿線の駅に若干似てますね。はい、ここ南口なんですけど、この南口をずっと歩いた先に商業施設があって、その中に喫煙所があるという情報があったんで、ちょっと向かっていこうと思います。ここはね、新京線の乗り換えもできますから、新津田沼駅ね、それは多分右側に歩いていった方だと思うんですけど、その間にこうやってね、商業施設を作ってなんとか便利にしてるんでしょうね。なんかこの地下1階か2階かに喫煙所があるって書いてあったんですよ。とりあえず地下に行ってみます。喫煙所の前に誰か陣取っているぞ。嫌だな。喫煙所あったけど、アイコスの販売員に陣取られている。残念、アイコスの販売員に絡まれたくないまこさんは、あそこの喫煙所を利用するのを断念することにいたしました。他に最適な喫煙所がないか探していこうと思います。今回の動画はここまで。次回、津田沼駅の喫煙所が無事に見つかるのか、お楽しみによろしくお願いします。これから当チャンネルでは旅とヤニカスに関する動画、喫煙所探しの動画など投稿してまいりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。高評価ボタンも忘れずに。はい、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。またお次の動画でお会いしましょう。